宇肱二の神、須七二の神。泥や砂にも神が宿る。古事記はそう語ります。世界に初めて現れた男女一対の神。それが宇肱二の神と須七二の神。天地が静かに形を整え始めた頃、宇肱二の神と須七二の神が現れます。神代七代で初めて兄と妹、男女一対となった神々。ここから神々の系譜は新たな流れを歩み始めていきます。宇肱二は霊道、須七二は茶道を表すな。まだ柔らかな国土が少しずつ形を得ていく。その過程をこの二柱が象徴しているとも考えられています。物語として語られる場面は少なく、その姿はただ静かに記されています。けれど土地を整え、命を育む基盤を表す神として、自鎮や豊かな実りへと結びつく信仰にもそっと重ねられてきました。目には映らない泥や砂にも神々の始まりは宿っていました。宇肱二の神と須七二の神は今も大地の奥深くで静かに息づいているのかもしれません。神格、神のもとつこと。正式な神名、宇肱二の神、須七二の神。古事記における正式な表記です。神代七代の第三代として現れる最初の男女一対の神とされています。所属、神代七代。天地開闢の初期に現れた神々であり、天津神、国津神という区分が整う以前の存在です。現在では天津神として扱われることが多いものの、原初世界を形作る神々という性格が強いと考えられています。性別、古事記では兄、妹と記されることから、この代で初めて明確な男女の神として描かれています。以後、イザナギの神、イザナミの神まで男女一対の神々が続いていきます。別名と表記揺れ一例。日本書紀や仙台九字本紀では漢字表記が異なります。古事記では地と地を使い分けているため、須七二の神は須七二と読むのが一般的です。同一視される存在一例。明確な同一視は確認されていません。日本書紀の初陣二の命、水地二の命、仙台九字本紀の初陣二の命、水地二の命はいずれも文献ごとの表記差と考えられています。司るもの、霊土と佐渡、国土の形成、土地を整える力、地盤の安定、生命を育む豊かな大地。泥と砂という大地そのものを象徴する神であり、混沌から国土が形作られる過程を表す存在と考えられています。主なご利益、国土安穏、五穀豊穣、自鎮、家内安全、海運昌福。土地を守り整える神格から地鎮祭や農耕との結びつきも語られています。鎮座地、広く知られる社の中からいくつかを挙げています。冬日神社、宇肱二の神、須七二の神を主催神として祀る全国でも珍しい古社。大国主の神と共に祀られ、最初の男女神にちなむ縁結びの信仰でも知られています。熊野早玉大社、熊野三山の一つ。主催神ではないものの、神代七代の一柱として宇肱二の神が祀られています。神代七代社、神代七代をまとめて祀る境内社。
天地開闢から続く神々を一連の流れとして祀る貴重な信仰の姿を今に伝えています。天居、いくつかの主要な文献を挙げています。古事記、神代七代第三代として登場。宇比二の神、須七二の神が兄弟であることが記されます。日本書紀、初二の命、水二の命として登場。六花三人の次に現れた第四代として扱われ、古事記とは位置づけが異なります。先代九次本紀、初二の命、水二の命として収録。神代七代の系譜を伝えています。延喜式人名帳、神代七代を祀る神社の記録が残り、後世の信仰の広がりを知る手がかりとなります。神事周囲、宇比二の神、須七二の神には壮大な物語は伝えられていません。けれど神代七代の中で初めて男女一対として現れたことは、後のイザナギの神、イザナミの神による国生みへ続く大切な転換点となります。泥と砂、生命を育む大地そのものを神格化した存在だからこそ、この二柱は世界が形を得ていく最初の一歩を静かに見守る神なのかもしれません。最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。この奥深い世界に心を止めていただけましたら、チャンネル登録や高評価で応援いただけますと幸いです。